여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は韓国語の検定試験についてご紹介したいと思います。代表的な韓国語の検定試験は、ハングル検定とトピックです。ハングル検定は日本のみで開催しており、一方トピックは世界各国で開催されております。ハングル検定は6月と11月、年2回毎年開催されており、トピックは日本国内では2018年現時点で年3回開催されております。ハングル検定トピックともにレベルは全6段階に分かれております。2018年現時点では、ハングル検定最上級1級のみ面接試験があります。一方トピックは6段階に分かれておりますが、初級1級2級の問題が合わさったトピック1と、中級の3級から最上級の6級までの問題が合わさったトピック2があります。トピック2を受験する際は作文問題も出題されます。受験する順序ですが、先ほどご説明した通り、トピックは出題範囲が広いため、まず最初はハングル検定5級の受験をおすすめします。続いてハングル検定4級、もしくはトピック1を受験してください。中級段階ですが、トピックは中級と上級の問題が一緒に出題されるため、まずはハングル検定の3級を受験してください。続いてハングル検定準2級とトピック4級は同じレベルですが、トピックは中級と上級の問題が一緒に出題されるため、まずはハングル検定準2級を受験してください。最後に上級レベルですが、トピックよりもハングル検定2級1級の問題が難しいため、作文の書き練習をしながら小説やニュースなどで勉強をし、トピック6級取得を目指しましょう。トピック6級取得後はハングル検定2級、そして最後にハングル検定1級を目指してください。ちなみに韓国の大学へ留学、もしくは韓国で就職をお考えの方は、トピック5級以上の取得が必須条件となります。学習方法ですが、ハングル検定は各級ごとに出題範囲の単語集と、前年度実際に出題された過去問題集が毎年出版されているため、とにかく過去問題を解いてすべて覚えてください。一方トピックは必須単語集となるものが販売されていますが、必須単語であり、予想もしくは過去出題された単語をもとに作成された本なので、トピック2では掲載されていない単語も出題される可能性はあります。トピック6級は日常会話に支障がないレベルのため、日常会話で使用される単語はほぼ理解しているレベルとなります。ちなみに日常会話で使用される単語は韓国語、日本語ともに約5000個程度だと言われています。そしてトピック完全対策本も販売されていますが、あくまでも対策本で過去問題ではありません。このような問題が過去出題された、もしくは出題されるであろうという問題集です。以前は韓国のトピック公式ホームページに出題問題が公開されていたのですが、最近の問題は現在公開されておりません。しかし昔の問題でも参考になるので、気になる方は韓国トピック公式ホームページにアクセスをし、トップページの一番右側にあるチョンボマダン情報の庭にカーソルを当てるとメニュー画面が開かれます。左から2番目の기출 문제出題問題をクリックしてください。実際に過去出題された問題が年度レベルごとにファイルを無料でダウンロードできますので、ご希望の年度レベルをクリックし、過去問題をダウンロードし、出題された単語を覚え倒してください。とは言っても試験勉強って意外に大変ですよね。うちの生徒さんもなかなか単語が覚えられず、
途中で挫折してしまう方もいらっしゃいます。そこで受験後の効果をご紹介したいと思います。試験受験後は想像以上に単語量が増えているんです。そして以前見たドラマや映画の聞こえるセリフが断然増えています。単語量が増えているため、会話の実力も受験前よりも上がっています。ヒアリング・スピーキングの能力が上がっているので、達成感を感じられ、韓国語の勉強がさらに楽しくなります。試験勉強は大変ですが、受験後の実力は見違えるほど上がります。皆さんも一つの目標としてぜひチャレンジしてみてくださいね。ご視聴後のご感想、ご意見、韓国語学習時のご質問など、お気軽にコメント欄にどしどしご記入ください。ご要望の多い事項から特集にてご紹介させていただきます。皆さんのたくさんのコメントお待ちしております。最後にいいねとチャンネル登録を잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。